MVFM11C 村雨進化の系譜。 MVFM11C 村雨はガンダムシードシリーズに登場したオーブ軍の主力モビルスーツです。 M1 アストレイの後継主力機として開発された機体で、戦闘攻撃機への変形機構を備えています。また可変機でありながら汎用性も非常に高く、地上宇宙問わず高い戦闘力を発揮し、コズミックイラ73年当時の最新鋭モビルスーツたちとも互角の戦いを繰り広げていました。作中でもバルトフェルド専用機が用意されたり、シードフリーダムでは後継機である村雨界にムーが登場していることから、そのポテンシャルの高さが広く認められているのが伺えます。今回はそんな村雨の系譜について解説させていただきます。ガンダムシードの最終戦であるヤキンドゥエ戦役終結後、 M1 アストレイの後継主力機開発にあたり、村雨は変形機構を有した高い汎用性を持つ空戦用モビルスーツとして開発されました。村雨が開発されたのは地球連合軍の侵攻によるオノゴロ島での戦いが深く関わっています。第一次連合プラント大戦時までオーブは中立国という立場を貫くため、外政ではなくあくまで領土防衛を目的とした軍事政策をとっていました。そのためオーブ軍初の量産モビルスーツである M1 アストレイは本土沿岸水域防衛を想定して開発され、陸上での戦闘を重視した整備がなされていました。しかしコズミックイラ71年6月15日から始まったオーブ解放作戦において、受け身な軍事政策があだとなり、連合にオノゴロ島への上陸を許し、甚大な被害を受けてしまいます。そして追い詰められたオーブは残された戦力や人員を宇宙へと脱出させ、オノゴロ島を放棄することになりました。この大戦における経験から、オーブ国防省は島国である自国の防衛策として、上陸してきた敵を迎撃する受け身な防衛ではなく、敵が本土に接近する前に迎撃する積極的な防衛へと方針転換します。ちなみに漫画機動戦士ガンダムシードエクリプスに登場するエクリプスの2号機は核動力になっており、戦争の火種を見つけたら先手を打ってミラージュコロイドでひっそりと進行して核爆撃を行い、全てをなかったことにする機体とされています。しかし表向きのオーブの主力モビルスーツである M1 アストレイは陸戦能力を重視していた上、飛行用バックパックであるシュライクを装備しても航続距離や空戦戦闘力は決して高いとは言えませんでした。そのためオーブの次世代主力機には外製能力と幅広い戦況に対応できる高い汎用性が求められます。こうして開発されたのが村雨となります。村雨の最大の特徴は航空機のようなモビルアーマー形態への変形機構を採用している点にあります。これにより重力下における単独飛行能力を獲得しただけでなく、高い機動性と空戦能力を獲得しました。また背部に搭載された2枚の大型主翼と垂直尾翼はモビルアーマー形態だけでなくモビルスーツ形態でも高い飛行能力を発揮するのに役立っています。村雨はアストレイの陸戦能力も引き継いでいるので、モビルスーツ形態での戦闘力も高いバランスの良い機体として完成しました。そのため劇中では戦況によってモビルスーツモビルアーマー形態が使い分けられており、特に対カオス戦ではまずモビルアーマー形態の高い推力と旋回性を生かした高速戦闘で翻弄し、隙あらばモビルスーツ形態で接近戦に持ち込むという両形態の長所が最大限生かされた戦法が披露されていました。なお機体重量は 46.88 トンと M1 アストレイと比べると約20トン近く軽く、この徹底した軽量化も村雨の飛行性能向上に大きく貢献していると思われます。またナチュラルであるオーブ軍の兵士でも高い水準で使いこなしていることから、本機は可変機でありながら操作性も優れていると考えられます。なお変形機構はいわゆるゼータガンダムに近いものになっていて、両腕を胴体に収納し脚部が外側に開くようになっています。宇宙世紀シリーズを代表するゼータガンダムは変形機構の複雑化によって汎用性が低くピーキーな仕様になっており、メカニック泣かせの劣悪な整備性というデメリットがありましたが、対して村雨はゼータガンダム同様の複雑な機構を持つ機体の割に汎用性が高く大量生産されているので、機体の剛性が十分確保されていることがわかります。これに関しては漫画ガンダムシードエクリプスの中で村雨と同等かそれ以上に
複雑な変形機構を持つエクリプスがジングラディエイターに殴られた際に全くひるみすらしない様子が描かれています。そのためオーブの可変機開発技術は恐ろしく高いということがわかります。コズミックイラ71年にオーブのモルゲンレーテ社が技術協力して GATX シリーズが開発されていますが、ここで開発されたイージスは複雑な変形機構を持つにもかかわらず、ストライクとの殴り合いでも十分張り合っていたので、その頃からオーブは可変機に合成を持たせる技術を持っていたと考えられます。このようにガンダムシリーズ屈指の傑作可変モビルスーツとして完成した村雨の武装は量産機としてはかなり充実しています。まず72式回ビームライフルイカズチです。アストレイに装備されていたものをベースに開発されたライフルで、モビルスーツ、モビルアーマー形態どちらでも使用可能な村雨の主兵装です。なお、モビルアーマー形態時には右腰部にマウントされますが、マウントを介して信号が送られるので、トリガーを引かなくても発射できます。続いて、トウブバルカンの N2M5D12.5mm 自動近接防御火器。アストレイにも装備されていたイーゲルシュテルンに比べて、6分の1まで小口径化されていますが、弾芯と装薬が改良されたことで、威力の低下は2分の1ほどに抑えられています。次に70式回ビームサーベル。アストレイに装備されていた70式ビームサーベルの改良型で、省電力化と信頼性、整備性の向上がなされていて、旧型に比べ30から 40% の駆動時間延長に成功しています。また、背部テールスタビライザーには72式高エネルギービーム砲が搭載されていて、ビームライフルとほぼ同程度の出力を持ちます。モビルアーマー形態時のみ使用可能ですが、モビルスーツ形態時にはパワーリンクが遮断されるため、暴発して機体が損傷するといった心配はないようです。腰部フロントアーマー内に 66A 式空対空ミサイルハヤッテが搭載されています。ゲームではモビルスーツ形態でも使用可能ですが、アニメではモビルアーマー形態での戦闘時に使用されています。他にメサイア攻防戦時にはマーク438 3連装ブルガー空対空ミサイルポッドが主力に装備されています。また防御兵装としては対ビームコーティングが施されたシールドが装備されています。このシールドは内部に収納式カナード翼とモビルアーマー形態での離着陸時に使用されるノーズギアが内蔵されているため、戦闘中にシールドを失うとモビルアーマー形態への変形はできなくなるとされています。村雨はオーブが連合と同盟を結んで以降、連合軍第81独立部隊の指揮下に編入された艦隊とともに幾度もミネルヴァの前に立ちふさがりました。クレタ沖の戦闘ではババイチーが編隊を組んだ決死の攻撃をかけたことでルナマリアのザクを大破させ、ミネルヴァに甚大な被害を与えています。クレタ沖の戦闘以降は残存した数機がアークエンジェルへと合流しました。以降はアークエンジェルの戦力に加わっており、ベルリンにおける連合との戦闘の際にはイケやゴウ、西沢の3人がカオスを撃破するなど多大な戦果を挙げます。その後もザフトによるオーブ侵攻やメサイア攻防戦においても最新鋭の量産型モビルスーツと互角以上の戦いを繰り広げていました。また村雨はその性能の高さから専用機や用途に合わせた派生機や回収機が開発されています。まずバルトフェルド専用村雨です。機体色がバルトフェルドのパーソナルカラーであるオレンジ寄りの黄色に塗装されているほか、通常の村雨にはパイロットや機体の保護を目的としたリミッターがかけられていますが、本機はバルトフェルドの能力に合わせて機体の性能を設計限界値ギリギリまで引き出す回収措置が行われています。ただ機体の外観や武装面での変更はありません。作中ではダーダネルス海峡での戦闘で初登場、キラたちと共に戦う姿が描かれています。その後バルトフェルドがラクスと共に宇宙へ上がって以降は搭乗者不在となりました。そのためザフトによるオーブ侵攻の際にはレドニルキサカが本機に登場し、暁の随伴機として出撃する姿が見られます。続いて村雨偵察型についてです。村雨の垂直尾翼に装備されたビーム砲の代わりに巨大なレドームを装備し、偵察型への改良が行われています。村雨の高い航続距離を生かして長距離の偵察や索敵が可能となっていますが、それ以外の性能面、武装面の使用はベース機と変わらないようです。
次に大月型についてです。本機はシードデスティニーモデルボリューム2デスティニーモビルスーツバリエーション編で登場した機体で、宇宙船用に特化して開発された派生機です。本機は長射程高機動砲撃戦を想定して開発されたため、村雨の代名詞ともいえる背部の主翼を取り外し、代わりに索敵照準用のセンサーと長距離砲撃用のレールガンを装備しています。主翼を取り外しているので大気圏内の飛行能力がなさそうですが、主に宇宙でのアウトレンジ戦法を想定しているため、運用上の支障はなさそうです。設定では欧部国防宇宙軍の出雲級宇宙戦艦スサノー、スクヨミの2隻に配備されており、メサイア攻防戦にて実戦投入。リンナ・セライ・ヤサカのプロビデンスザクと交戦したとされています。そしてそこから約2年後のコズミックイラ75年、村雨はさらなる改良が加えられ STTS F400 村雨回となりました。劇場版シードフリーダムに登場した本機は欧部軍だけでなく世界平和監視機構コンパスにも配備されています。そのためか型式番号がライジングフリーダムやイモータルジャスティスと同じく STTS へと変更されています。なおライジングフリーダムとイモータルジャスティスは村雨で培った可変技術を流用して設計されているとされていますが、この2機の変形機構はいわゆる寝そべり変形と呼ばれる非常に簡素なものなので、どのあたりが流用されているのかあまり深く考えてはいけなさそうです。村雨界の変形機構は村雨と同じくゼータガンダムに近い印象を受けますが、胴体内に格納される頭部がゼータガンダムではそのままスライドして格納される方式だったのが、村雨界では内部に折りたたまれる構造になっています。全体的に角張ったデザインとなっているほか、肩アーマーが小型化されるなど各部に変更が加えられています。また変形機構にも手が加えられており、原型機ではモビルアーマー形態時に主翼が前進翼になっていたのに対して、村雨界では後退翼へと変更されています。現実だと後退翼は前進翼に比べ強度が高いというメリットがあると言われているため、村雨界は強度向上を重視して改修されたのかもしれません。また武装面もほぼ全種変更されており、頭部は N2M5D12.5mm 自動近接防御火器、ビームライフルはイカズチから73式高エネルギービーム砲ホノイカズチ、腰部ミサイルは71式短距離誘導弾、ビームサーベルは 70J 式回から72式ビームサーベル金谷後、背部垂直尾翼ビーム砲は73式開口順ビーム砲岩津スノーへと変更されています。シールドも原型機から若干小型化されており、機首部のカナードが廃止されているほか、変形時に展開して機体を保護する補助翼のようなものが追加されています。また両翼にはオプションとして68式空対空誘導弾または70式空対艦誘導弾が装備可能で、モビルアーマー形態時の対爆撃用武装として利用可能です。なおムーラフラガ専用機はムーの技量に合わせて安全マージンを切り詰め、機体の性能を限界まで引き出すための調整が行われていたということが明かされています。村雨のガルトフェルド専用機などと同じくリミッターを外していると考えるのが良さそうです。また各種電子機器のプログラムやパーツなども頻繁に変更され、ムー以外のパイロットが操縦するのが難しい非常にピーキーな高性能機となっています。作中では主にムー機をはじめアークエンジェルに搭載された機体が活躍しました。ファウンデーションとの合同作戦では錯乱したキラの行動を口実に裏切ったブラックナイトスコードと交戦。圧倒的な性能差に翻弄され、右腕と頭部を破壊されて窮地に陥りますが、とっさにフロントアーマーのミサイルをゼロ距離で放ち、爆風によって撃墜されたかのように見せかけ、アークエンジェルから上がった煙に紛れてやり過ごすという離れ技をやってのけます。その後なんとかアークエンジェルから脱出していた魔竜を回収して戦場を後にしました。この時頭部と右腕を失い、爆風で全身にダメージを負っていたものの問題なく変形していたことから、本機の変形機構の頑丈さが伺えます。最終決戦では主に欧部軍所属機が登場し、レクイエムにおけるザフット反乱軍との戦いを繰り広げており、キャバリアー内には池やゴウ、西沢の3人が登場しているので、激闘でも活躍していると思われます。また欧部本土における市民の避難誘導などに参加する姿も見られました。フリーダム強奪事件が映像化された時には再びその活躍が見れると思うので、
期待したいところです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。